はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが質問です。あなたは人を注意するとき、つい感情的になってしまうことありませんか？実は人はなぜ怒られたかっていうよりも、怒り方、注意の仕方をよく覚えてるんです。だからこそ怒り方にはその人の品格が出るんです。今日は上品な人が実践している注意の仕方3選ということでお話ししていきます。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。今日の小話では私の名前のイニシャル立花さゆりの TS に秘められたもう一つの意味をお話しします。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そして皆さん今のうちにチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。上品な人の注意の仕方3選。まず1つ目です。人前で叱らないことです。上品な人は相手のプライドを傷つけるような叱り方はしません。みんなの前で怒ってしまうと相手は反省する前に恥かかされたっていう気持ちになってしまいます。もし相手を注意するならできるだけ2人きりの時にしてください。相手のプライドを守ることも大切な大人のマナーです。私自身もスタッフを人前で注意することは基本的にありません。はい、では2つ目です。人ではなくて行動を指摘することです。これ本当に大事です。これどういうことかって言ったら、例えばあなた本当にダメねって言ってしまうと人格を否定していることになってしまいます。ほんで一方で仕事の締め切りに間に合わなかったことを改善しましょうねって言ったら、これは行動を指摘しています。大事なのはその人を責めるのではなくて、その人の行動を指摘してあげてください。そうすると相手も素直に受け止めてくれます。はい、では3つ目です。最後は前向きな言葉で締めることです。これ本当に大事です。ただ叱って終わりでは相手はもう無理かもって感じてしまいます。その代わりに次は気をつけましょうねとか、今回は勉強になりましたねって言ってあげると相手は前向きに改善できます。では今日の話をまとめます。怒ること、注意することは決して悪いことではないです。でも人前で叱らない、人ではなくて行動を指摘すること、最後は前向きな言葉で締めること、この3つを意識してみてください。ではここで皆さんに質問です。この3つのうちにこれはちょっと意識してなかったなーっていう項目ありましたか？あったらぜひコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ私ね、昔怒りっぽかったんですよ。でも年下とか従業員には怒らないようにしてました。ほんですぐにわーって怒ってしまうことたまにありました。でも怒り終わったらすぐに相手と仲直りできるタイプです、私。ほんでその時に私に怒られた人が私に、さゆりさんの TS イニシャルの TS って立花さゆりだけじゃないと思いますって言ってきたんですね。で私どういう意味って言ったら、テファールさゆりや、テファールさゆりってどういう意味って言ったら、あっちゅう間にすぐに湧くテファールやからよって言ってきたんですよ。めっちゃおもろいでティファールさゆりっていう別名あだ名つけられてましたで人って年齢とともに丸くなるって言われるじゃないですか。でそして人は人を褒める時よりも人を怒る時の方がエネルギーを使ってるんですよ。なので私はもう最近も省エネです。省エネ SDGs です、
だから最近はもうテファールじゃなくて低温調理器くらいにゆっくりなモードになりましたね。ちょっと待って、低温調理器ってまた T やん、また TS やん。TS ですね。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。